今日労働場で翼をくださいを熱唱しながら泣きました。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖とありとあらゆる欲望、拭いきれない欲望とともに寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブワンチャンネルへようこそということでね、今日も始まりましたね。そう今日はね、なんでしょう、そうね、僕がね毎日でも語れるお題ですよね。そうですよ。労働こそ諸悪の根源。許さないぞ労働。絶対労働反対ということでね、労働は諸悪の根源であるということをね、やっぱりね、死ぬまで唱えていきたいな、ね、メガンテのように唱えていきたいなと思います。大体ね、ブルシットジョブ、ブロージョブと言いますね。つまりろくでもない仕事、みんながやりたくない仕事こそね、高級であるべきなんですね。お賃金が高くあるべきなんです。冗談じゃないです。しかるに我々の労働というのは金持ちや株主たちや権力者たちが喜ぶそんな労働なんですよ。現状ね、世界中でそうです。日本だけじゃないです。もう許しがたいですね。必ずね、この労働は諸悪の根源であるということを世界中にね、思想としてばらまいてね、いきたいと思います。そうなんですよ。まずね、なぜ大体格差があるっていうこともね、このあれなんですよ。権力者や金持ちのね、資本家とかね、ろくでもない中小の経営者とかね、あんなの滅びればいいんですけど、そういうね、結局労働というものの価値が非常に低いわけですよね。それで地獄なわけですよ。これでお賃金がね、たっぷりともらえればね、たとえ格差があってもね、豊かな社会っていうものがね、形成されるわけですけども、そうはなってないわけですよね。もう低いお賃金でね、ブロージョブですよ。そうなんです。我々は労働するために生まれてきたんじゃないんです。そこですよね。昨日ね、労働場にいるミャンマー人がねミャンマー人が言ってました。ついにね、僕はいつもね、日本はバッドカントリーだからね、ろくでもないフィニッシュカントリーであるっていうことをよくね、いつも文句ばっかり言ってるんですけれどもね、ネガティブマンですからね。ついにね、ミャンマー人も気づき始めてね、もうネガティブマンよ、もう日本は楽しくないってね、昨日言ってましたね。蚊の鳴くような声で言ってましたよだろって僕は言いましたよね。やっと分かったかと。もう日本は楽しくない。もうっていうことはついこの間まで楽しかったんでしょうね。でもあまりの労働の過酷さ来る日も労働でこき使われてね、
やっと気づいたらしいですよ。僕はね、後からいっぱい来るミャンマー人にもそれをちゃんと伝えなさいよっていうことをね、言っておきましたから、そうね、悪い噂、日本の悪い噂が広がっていきますよね。よかった。非常に良い出来事ですね。そうなんですよ。ね。そう。労働はね、そう。結局格差なんて言ったところで、格差を跳ね返すにはね、跳ね返すっていうか、格差があるっていうこと自体がおかしいんでね。ね、人類がまだまだ幼い時期はね、なんかこう一生懸命みんなでなんて言うんでしょう、作物を作ってみたりね、獣を飼って肉を食らってみたりとかね、貨幣が誕生したとしてもね、本当にね、金持ちなんでごく一部だったんですけれどもね、それで生活なんていうものも大差なくね、疫病が流行れば速攻で死に、平均寿命は50年もないみたいなね、いいじゃないですかね。地獄のような人生は短いに限りますということでね、そうなんですよ。それがね、この間年金を納付する紙が送られてきましたけれどもね、4月なんでね、ろくでもないですよ。あんなのね、若者と底辺労働者に対するね、たちの悪いネズミ講ですからね、皆さん。年金はネズミ講ですから、あんなの。だってもらえる年齢まで生きてるか分かんないですからね。我々がもらう頃にはね、もっと年齢が引き上げられてね、とんでもないことになりますね。もらえるわけもない。ろくでもない。ね。労働者は常にね、労働こそ諸悪の根源であるっていうことのね、いろんな理由、もう多種多様、もう諸悪の根源っていうぐらいですからね。もろもろの悪が詰まってる、ギュッと詰まってるのがね、労働ですから、詰まってますね。詰まってますよ。ギュッと詰まってるんですよ。ね、もうね、我々はもうなんて言うんだろうな。人類の1割か2割ぐらいの豊かな人たちのために労働しているみたいなもんでね、もう奴隷なのは確定的なんですね。奴隷になるために生まれてきたんじゃないんですよね。ブルシットジョブやブロージョブをするために生まれてきたんじゃないんですよ。もうね、そして格安で使われる、で低賃金で使われてればね、じゃあ残業しましょうか、ね、じゃあ長時間労働でなるだけお賃金を稼ぎましょうかみたいな世界になってくるわけじゃないですか。そうすると洗脳が始まるわけですよ。長時間労働だったりとかね、パワハラだったりとかね、自爆営業的なね、自爆でなんか物を買わされたりね、もう全部洗脳ですよね。労働者をただいじめ抜いた上で思考能力を奪うためにもね、サービス残業だったり長時間労働だったり労働負荷が高ければ高いほどね、経営者や権力者にとってはね、思考能力を労働者から奪うことになりますからね。より一層ブルシットジョブやブロージョブにね、疑問を持たせずに、労働者が賢くならないようにね、
正気に戻らないように常に洗脳してね、使い潰して、もうそういうことを意図的にやられているのにもかかわらずね、上級奴隷たちはなんかね、素晴らしいとかね、労働は素晴らしいとかね、自己責任だとか言うわけですよ。自己責任だぞとか言うわけですよ。自己責任だぞじゃないんだよっていうことですね。時々挟んでいきますからね。自己責任っていう言葉にね、我々氷河期世代はもう非常に敏感でね、そう劣化のごとく起こりますからね。そう氷河期世代のおじさんおばさんをね怒らせるのは簡単ですよ。ね、自己責任だぞって言えばいいんですよ。死ぬほど怒りますからね。自己責任だぞじゃないんだよって、自己責任だぞじゃないんだよってことですよね。そうなんです。思考能力を奪うためにわざと長時間労働とかサービス残業とかね、自爆営業とかさせてるんですよ。洗脳ですね。統一教会も真っ青、創価学会も真っ青みたいなね、あらゆる宗教ね、イスラム教も真っ青なほどのね、宗教は絶対滅ぼすべきですけれどもね、もう宗教みたいなもんですよ。労働っていうのは一つのね、労働教ですよね。労働教で思考能力を奪う、そこにね、金持ちたちや権力者たちのね、意図があるわけですよ。ね。そしたら格安でね、使い潰せるでしょ。高いお賃金を与えなくってもね。もう世の中いろんな言い訳があるじゃないですか。社会保険料を負担しないといけないからとかね。簡単に首を切れないからとかね。なんかいろんな理由をつけてお賃金が低い理由をね、上げられない理由を言いますけど、全部嘘ですからね。言い訳ですよ。そんな言い訳ですよ。鬼のような内部留保が史上最高にあるわけですからね。大体お賃金が上げられないとしても、上げられないなら上げられないで、ね、休みをもっと増やすべきだろうし、それならね、そうなんですよ。もうね、人手不足って言うんだったらね、氷河期世代のおじさんおばさんをしっかりとね、要するに人に優しくないんですね。労働っていうのは労働っていうのはね、魂を汚す行為なんですよ。ね、宗教的ですね。魂の殺人なんですね。労働っていうのはね、人格を嫌な上司だったり嫌な部下だったり嫌な同僚もね、きっと意外と本当はね、いいやつだったりするんですよ。本当はね。ところが労働によって心が汚れてしまって歪まされてるわけですね。そうなってきて嫌なやつに変わってしまう、ね、嫌な面を出さざるを得なくなるわけです。労働っていうのはね、労働っていうのは人の嫌な面を出さざるを得なくなるわけですよ。いろいろな交渉事だったりとかね、効率的に労働をするとかいう名目上ね、で疲労が重なるでしょ。疲労が重なるとイライラするじゃないですか。そうすると嫌な面が出てきてね、で労働場内においてね、なんかいじめが発生したり、パワハラが発生したりね、セクハラが発生したり、なんかくだらない派閥争いが発生したりするんですよ。みんな機嫌が悪くなる。人を悪くする、人を悪くするんですよ、労働っていうのは。だから諸悪の根源だって言ってるんですよね。何がアットホームな職場ですよね。自己責任だぞじゃないんだよってことですよ。そういうことなんですよ。ね、労働こそ諸悪の根源ね。労働は人を悪くするからこそ悪いのだという一面をね、知っていただきたいですよね。
そしてね、労働とはね、悪い洗脳なんですよね。悪い洗脳であり、その悪い洗脳にかかってはいるものの、苦しいと、苦しすぎるから人がどんどん悪くなっているっていうことですね。私もね、こう芸術を愛するピュアなね、センシティブなナードなね、青年だったのにね、ボーイだったのに、もうね、今ではもう薄汚いおじさんとしてね、なんかろくでもないやつと平気で喧嘩できるようなね、そんな強さはいらないんですよ、本当はね。そんな強さは欲しくなかった。魂を汚したくはなかったですね。魂が汚れてしまう、それが労働なんですね。人間の本質を汚してしまう。だから労働はダメだって言ってるんです。そして経営者や権力者や上級奴隷にとってはね、都合のいい駒に過ぎない。そうなんです。これが労働が諸悪の根源である理由なんですね。決して許してはいけません。みんなでね、労働することをやめましょう。それで思い出しましたけれどもね、あれなんですよ、僕のね、周りで、能登半島自身のね、ボランティアに行ったやつがいるんですよ。いるんですよ、一人ね。そいつはね、金持ちなんですよ。ね、本当に。嘘じゃなくね。金持ちなんですよ。だからいくらでも労働を休めるんですね。いくらでもわがままが言えるんですね。で、労働を休んで、ボランティアに行ってるんですね。これね、あれなんですよ。結局、ボランティアとか行くやつって、結局金持ちなんだな。金持ちの道楽なんだなっていうね。何が言いたいかっていうと、ね、金持ちはいつだって労働をやめられるし、離脱できるし、余裕なんですよ。でもそんなことが普通の人はなかなかできませんね。ごく一部の人ですよ。これがね、純粋にムカつきますね。だってそうじゃないですか。能登の人たちがね、今も苦しんでいるわけですよ。ね。これは絶対助けなきゃいけないと思いますよ。僕だってね。東北の地震の時だと思いましたよ。ところが、ね、東北がぐちゃぐちゃになろうと、能登がぐちゃぐちゃになろうとね、労働があるんですね。私、本当にね、震災のあった日、労働を強いられてね、あってもそうですよ。東京は別にね、直接的なものすごい揺れで死にそうになりましたけれどもね、それでも労働があるわけですよね。原発が爆発してもね、労働があるわけですよ。もう本当に本気で嫌になりましたね。いや、2011年に僕の人生はもう終わってたんですけれども、それとは別口で、あれですよね。僕もボランティアに行かなきゃいけないかな、みたいなね、そういうけれんみのない気持ちにね、なったところで、いけないんですよ。労働があるから。労働が、ね、離脱できないんですね、労働があるからね。だからこんなことやってるんですよ。だからね、本当ならですよ、ね、東北の大地震でももうね、昔で言えば日露戦争ぐらいのね、あれですよ、死亡のあれでいけばですよ、日露戦争は陸軍が第1軍団から第4軍団ぐらいまであるんですけど、第1軍団の人数っていうのは2万から大体3万ぐらいでね、もうそのぐらいが全滅してるわけですよ。ね、死亡数としてね、一瞬で全滅してるわけですよ。そして
ね、東北もノートももうね戦争みたいな状況でぐちゃぐちゃになってるわけですからね。そうけれんみなくね、なんかボランティアね、死ぬ前に一つ善行でもしておくかね、雲の糸でね、そうね、神様にこう文句を言う前にちょっと善行の一つでもしておこうかなんていう時、労働があるからいけないんですよ。本当にいけなかったし、今回もいけなかったし、いけたやつはね金持ちだしねもうだから日本政府がおかしいですよね。ね、行きたいやつも行けよってね、もうそこら辺はね、そう仕事休んだ分金はね政府で持ってやるから、今は人が足りないんだから行ってこいと、ボランティア行ってこいとね、大盤振る舞いする場面ですよね。ところが権力者たちはね全く金を出さないわけですね。そして我々は労働という鎖でね、がんじがらめでね、毎朝毎朝起きるたんびにね、労働行きたくないなというね、こう非常に矮小化されたミクロの世界で生きざるを得ないね、非常にさっき洗脳の話もしましたけれどもね、労働とは洗脳であるっていうことですよね。どんどんミクロの世界でね洗脳されて、もう人間のスケールがぐっと小さくなってるわけですよね。別にひどく大きくなれなんていうことは言いませんけれども、普通の考えでいけばね、なんか自分のできることはないかなみたいなね、そういう普通の感覚でねいけたらいいじゃないですかね。そうなんかだからもうね、さっきね、労働は魂の殺人であり魂を汚す行為であるとね断じましたけれどもね、ここにもそれが当てはまりますね。結局善行、なんか自分が遊ぶとかね自由になるみたいなことも大切だけれども、なんか一つ人の役に立とうかなとかね、その善行一つすらね許されない、それが労働の良くないところなんですね。だから労働は諸悪の根源だって言うんですよ。もうね、あらゆる角度からね労働が諸悪の根源だと言い続けてやりますよ。もうね、毎日だって言えるんですけれどもね、まあ皆さんね、労働が諸悪の根源だっていう動画ばっかりじゃ面白くないのかなと思ってね感覚を開けてますけれどもね、労働こそ諸悪の根源なんですよね。そうあなたが結婚できないのもね、恋人ができないのも、セックスができない、僕もセックスしたいんですけれどもね、そうブルシットジョブやブロージョブばっかりやりたくないんですけれどもね、そう全部労働ですよ。そう労働があるから時間がないね。そう長時間労働で週1日2日の休みみたいなね、そうまあ、くったくたですよ。今も私くったくたですけれどもね、もうそんなことでねこう人生を豊かにするような友達だったり恋人だったりできるわけないでしょ。ふざけるなっていうことですよね。ということでね、今日のまとめとしては、労働というのは洗脳であり魂を汚し殺すね、非常に良くない行いであるね。そう善行すらも妨害されるね、こんな労働まみれのね日本世界に価値は全くないですね。ということで今日にも明日にも世界が滅びますように、こんな世界を滅ぼしましょう。ネガティブマンね。